こんにちは。今日は透かし編みのプルオーバーを作っていきます。裾に小さな花模様を作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はホワイト。40g で96メートル。使用界隈の目安は6号。これを今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず前身ごろと後ろ身ごろ2枚作って、その肩と脇を縫い合わせます。で、プルオーバーの形にします。前身ごろの作り方は、まず四角、鎖を編んでこの向きに編んでいきます。途中で幅を狭くして、続けてこの幅で編んでいきます。後ろも同じです。ただ後ろは前よりも少し狭くなっています。同じように四角を編んで、途中で幅を少し狭くして、この幅で編んでいきます。それを後で肩と脇で縫い合わせてプルオーバーの形にします。前身ごろは鎖82、後ろは66。どちら側から作っても大丈夫です。裾には小さな花模様を作ります。一緒に作っていきます。サイズの変更や違う糸で編む場合は、作り目は8の倍数プラス2。最初の鎖の数を8の倍数プラス2にします。鎖編みをします。この最初の糸端を少し長めに残しておきます。途中からスタートします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで鎖を編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。前は82、後ろは66。1段目は細編みをしていきます。まず鎖1つ、1つも取って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、2つ目に細編み。これが1つ目。次も細編み。このまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目。2段目は花模様を作っていきます。その花模様がちょっと編みにくいので、私はこの持ち方で編んでいきます。これは個人差があって、こっちがいい時とこっちがいい時と両方あるので、ちょっと試してみて編みやすい方で編んでください。2段目は鎖3つ。裏返します。隣に長編み。長編み、鎖1つ。この状態で糸を伸ばします。で、鎖1つとループ。この伸ばす長さは長編みよりも少し長いぐらい。で、この鎖を軽く押さえて、伸ばして、でちょっと押さえて絡めます。で、鎖の中。この鎖の2本の糸の下。下は1本、上は2本。これで糸を引き出します。これで1回糸を引き出しました。あと2回絡めて押さえて鎖の中伸ばして、これで2回、もう1回押さえて鎖の中
これで3回。これが花びらになります。でこのまま次はこの長編みの隣の隣、1、2、ここから糸を引き出します。また絡めて押さえて、1、2、糸を引き出します。これで1回糸を引き出しました。あと2回。2回目、3回目、整えて、もう一度、今度は足元、1、2、3、3つ目から糸を出します。また、絡めて、押さえて、1、2、3、糸を引き出します。2回目、3回目、これで整えて一度に引き抜きます。でこの時、この長い糸の根元、ここを軽く押さえて、この状態で引き抜きます。全部引き抜いてしまわずに、ここで押さえたまま引き抜きます。糸が出ました。この状態でこの押さえていた糸、ここにかぎ針を入れて糸を出して引き抜きます。これで花びら3枚。次は4枚目。鎖1つ。これは小さくしても大丈夫です。で、このまま糸を伸ばします。で、絡めてここから糸を出します。この伸ばす長さはここからここまでが長編みよりも少し長いぐらい。ここからここまで。1回、2回、3回。これを整えて一度に引き抜きます。鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目、1つ飛ばして2つ目、ここに長編みをします。これで花びら4枚。次は長編み、すぐ隣に長編み。この花の隣はこの模様にします。花を続けていくのではなくて、間にこの四角を作っていきます。今長編み2つ、次は鎖1つ、足元1つ飛ばします。これで細長い四角、次は鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長編み。大きな四角、鎖1つ、また1、2、これで四角3つ、真ん中は少し大きくなっています。で、長編みは2つにします。次またここ花模様を作ります。長編みの後に鎖1つ、この鎖を指で押さえて伸ばします。で、鎖の中、上が2本引き出して
2回目、3回目、このまま2枚目、足元は1つ飛ばして2つ目、1、2、糸を引き出します。2回目、3回目、3回引き出したら足元1、2、3、また糸を引き出します。1、2、3、1回引き出しました。2回目、3回目、これで花びら3つ一度に引き抜きます。根元を押さえてで引き抜きます。で押さえていた糸、この中を通ってこれで花びら3つ4枚目を作ります。鎖1つで引き締めて4枚目、1、2、3、引き抜きます。鎖1つ、これで4枚。次は足元1つ飛ばして2つ目、長編み、1、2、で長編みは2つにします。次はこの四角3つ、小さいのと大きいのと小さいの、鎖1つ、1、2、1、2、1、2、3、これで少し大きな四角、鎖1つ、1、2、で長編みは2つにします。でこれができたらまた花模様、同じように鎖1つ押さえて伸ばして絡めて糸を出して2回目、3回目、次は足元1つ飛ばして2つ目、1回目、2回目、3回、次は足元1、2、3、糸を引き出します。これを一度に引き抜きます。押さえてで鎖1つ、4枚目の花びら、鎖1つで足元1つ飛ばして2つ目、長編み、もう1本、次は四角、こ
れで端まで編んでいきます。端まで来ました。次は3段目、鎖3つ裏側にします。長編みの上に長編み、四角の上に四角を作ります。同じように鎖1つ、長編みに長編み、鎖2つで長編み、鎖、これで四角3つ、もう1本長編み、次は花びら。この中心から糸を引き出します。このまま絡めて中心、糸を出します。これが1回目、あと2回、2回目、3回目、これを一度に引き抜きます。鎖1つ、もう1つ鎖、また中心から糸を引き出します。絡めて1回目、2回目、3回目、これで糸が出ました。一度に引き抜きます。これで花びら、鎖2つ、1、もう1つ、ここで鎖を2つにします。次は長編みの上に長編み、でまた四角の上に四角、で花びら、このまま中心、2、3、引き抜きます。鎖2つ、1、2、また中心、1、2、3、これで引き抜きます。鎖2つ、長編み、でこの部分のここが鎖なし、ここを鎖2つ、これで編んだ方がきれいに出来上がります。四角の上に四角、鎖、1、2、中心から糸を出します。引き出して鎖2つ、また中心、3、引き抜いて鎖2つ、1、2でまた四角を作っていきます。
角を作っていきます。このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は鎖の1、2、3、ここに最後の長編み。次は4段目。4段目はこの間に花を作ります。なので花の上に四角を編んでいきます。四角の上に花を作ります。まず鎖3つ、1、2、3、裏返します。で、隣に長編み。次は四角、鎖1つで、花びらの先端、この2本の糸の下、ここに長編みをします。これで四角ができました。また鎖2つで、花びらの先端、2本の糸の下で四角、少し大きな四角、鎖1つと長編みの上、もう一つ、次は四角の上に花を作ります。さっきと同じです。鎖1つ、指で押さえて伸ばして絡めて、鎖の中、糸を出して2回目、3回目で、次はこの四角と四角の間、ここから糸を出します。糸を出して2回目、3回目、次はこの四角と四角の間、ここから糸を出します。2回目、3回目、これで花びら3枚一度に引き抜きます。で3枚、4枚目を作ります。鎖1つ、1、2、3、引き抜いて鎖1つで、長編みの上に長編み、四角1、花びらの先端、1、2、花びらの先端、鎖1つ、これで四角3つで、もう一つ長編み、次は花、まずここから糸を出して、次はここから出して、次はここと同じように編んでいきます。これで端まで編んでいきます。端まで来ました。鎖の1、2、3、ここに最後の長編み、次は花びらの上の部分、ここと全く同じです。鎖1、2、3、裏返します。長編みの上に長編み、
中心から糸を出します。引き抜いて鎖1、2で、また中心から2、3回引き抜いて鎖1、2で、長編みの上に長編み、四角の上に四角、これで花模様ができました。これを端まで続けていきます。端まで来ました。これで花の部分が終わりました。次からずっとこの四角を編んでいきます。次から四角だけを編んでいきます。裏返します。隣に長編み、四角の上に四角を作っていきます。1、2、鎖1つで、また花びらの先端2本の糸の下、1、2で、先端で、四角の上に四角、ずっと同じように端まで編んでいきます。端まで編んだら鎖の1、2、3、ここに長編み1つ、また繰り返してしばらく編んでいきます。21段編んできました。長さはだいたい30センチ。次はこの幅を狭くして続けて編んでいきます。こっちで見ると今までこの部分、次は幅を狭くして続けて編んでいきます。この部分が21段、次は20段目、20段目で幅を狭くします。ここが21段目、これが22段目、22段目はここまで、端からこの分を編まないでここでストップしています。これが22段目。次にここで U ターンします。これは22段目、これは21段目。この長編み2つのところでストップして次の段を編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、同じように編んでいきます。隣に長編み、幅が違うだけで全部同じです。鎖で、1、2、このまましばらく繰り返していきます。この幅を狭くしたところから12段編んできました。13段目は細編みだけ、最後は細編みで終わっています。最後の糸端は少し長めに残しています。縫い合わせる長さの 3.5 倍ぐらい。これを2枚作ります。この最後の細編みを説明します。ここは12段目、最後は細編みだけ、鎖1つ、裏返して根元に細編み、
次も細編み、次は鎖の下、細編み1つ、次は長編みの上、鎖2つの下に細編み2つ、1、2、また長編みの上、鎖の下で長編みの上で鎖1つの下、これで繰り返して端まで編んでいきます。端まで細編みをしました。最後の糸端は少し長めに残して切っています。次は表と裏を確認します。最初の花、この花の下の花びら、ここが表の方を表に決めます。そうすると最初の細編みは裏になっています。最初の細編みが裏の方を表に決めます。で、次は肩を縫い合わせます。マーカーをつけます。私はこんな位置にマーカーをつけました。端から11センチ、真ん中は33、これぐらいにしました。模様を見てみると、端から大きな四角を数えて1、2、この大きな四角と小さな四角の間、ここが11センチ、このマーカーとマーカーの間は33センチ。大きな四角を数えると1、2、3、4、5で、こっちは同じ2つ目の四角のこの小さな四角と四角の間、ここにマーカーをつけました。これは前身ごろ、これは後ろ身ごろ、マーカーをつけます。端から11センチ、真ん中は21、こっちは11センチ。模様の数を数えると、ここはさっきと同じ2つ目の四角の大きな四角と小さな四角の間で、こっちも同じ真ん中は21で四角は1、2、3。次は肩を縫います。肩を縫うときには内側を表にします。表と表を合わせます。そうするとこの段差を作ったところ、この部分は一方が右に、もう一方は左にあります。ちょうどこっちとこっち両方にあります。で、この状態で肩を縫っていきます。で、長さが違うので端から合わせて縫っていきます。こっちを縫うときには端を合わせて、ここからここまで真ん中は少し余分になっています。で、ここから端の角と角を合わせます。今手前から糸が出ています。向こうの角はこの長編みの上、この端の細編みの2本の糸の下、このまま向こうで手前に戻って端のこの細編みの2本の糸の下で、また向こうで、これでつながりました。次から一つずつ、まず2本の糸の下、向こうも次もあまりきつくならないように様子を見ながら縫い合わせていきます。次はここ、これでマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところには
2回、もう一度、あとはほどけないようにしっかりと留めます。もう一回ぐらい。もう一方も同じように縫い合わせます。次は脇を縫い合わせます。ここは幅を変えたところ、向こうはまっすぐ、ここからここまで縫い合わせます。あればこういうクリップでずれないように留めます。で、今裾から糸が出ています。残していた糸端で、脇を縫い合わせる時も内側は表になっています。で、角と角、向こうから糸が出ています。手前の角、この細編みの2本の糸の下、向こうの角の2本の糸の下、これでつながりました。もう一回同じところでしっかりとさせます。次はこの細編みのこの端の部分、向こうも細編み、大体で大丈夫です。次は長編み、だいたい2回ぐらい針を入れて縫い合わせていきます。次もこの四角がずれないようにこの角のところまで縫い合わせていきます。角まで来ました。最後はこの長編みのすぐ隣の鎖、ここにもう一度同じところしっかりとさせます。あとは裏でほどけないように糸を留めます。次は袖を作ります。袖はこんな感じで四角で作っていきます。袖ぐりには2箇所角があります。こちら側の角から始めます。この長編みの上、四角の上に四角を作ります。鎖4つ、1、2、3、4で、長編みの上に長編みで四角ができました。次も四角、下は鎖2つなんですが、ここでは鎖1つで、長編みの上に長編み、また四角の上に四角
次は角、ここに長編み、この長編みと長編みの間入れやすいところ、次はこっちに鎖1つ四角を編んでいきます。この長編みと長編みの間、四角ができました。次も四角、長編みと長編みの間、肩を縫い合わせたところまで来ました。また四角を作ります。この細編みと長編みの間、鎖1つ、次はこの細編みと長編みの間、これで四角ができました。また同じように長編みと長編みの間、これでスタートしたところの近くまで袖の1周目を編んできました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。これで四角ができました。次は2周目。2周目は全部四角を作ります。全く同じように四角の上に四角、4、長編みの上に長編み、次の角では四角ではなくて長編み2つ、ここだけ四角ではなくて長編み2つにします。でまたあとはずっと四角、四角を編んで1周します。1周したらさっきと同じ鎖1つ編んで下から1、2、3引き抜いて、もう1周四角を作ります。全部で四角を3周編みます。3周編みました。最後の周は細編みと鎖、まず鎖1つと細編み、マーカーをつけておきます。次は鎖2つ、1、2、長編みの上細編み、鎖2つ、1、2、長編みの上に細編み、鎖2つ、こんな模様で編んでいきます。1、2、これで1周します。1周編んできました。これが最後の細編み。最後の細編みの後に鎖1つ、糸を切ります。少し長めに残して、で針で始末します。引き抜いて、これが1つ目の細編み。1つ目の細編みの手前から向こう2本の糸の下、これが最後の鎖。最後の鎖の上からで下を通って裏に出します。これを引き締めて整えて、あとは裏でほどけないように隠します。で次は同じ模様で襟ぐりを編んでいきます。同じ模様で編んでいくんですが、この襟ぐりの隅だけ、ここは肩を縫い合わせたところ、ここだけ少し違っています。ここからスタートします。こっちは背中、こっちは前。でここは縫い合わせた糸、ここはその隣、ここから細編みスタートします。
根元に細編み。次はこの縫い合わせた糸の隣、ここから糸を出して、次はここから糸を出します。次はここ、これを一度に引き抜きます。で、2つを1つにしました。ここは1つ目。次からすぐ隣に細編み1つ、鎖2つで、1つ飛ばして2つ目に細編み、鎖2つ、1、2、細編み、1、2、これで反対側まで編んでいきます。反対側まで来たら、ここに細編み1つで、次はここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。こことこことここも細編み、その次はまた鎖と細編みと鎖と細編み、これで一周します。一周したらさっきと同じで、裾も同じ。ここは裾の表、目立たない脇からスタートします。ここは縫い合わせた脇、ここぐらいからスタートして細編みと鎖、細編みと鎖、これで一周します。一周したらさっきと同じ鎖1つと引き抜いて、あとは針で始末します。これで出来上がりました。とても可愛いプルオーバーになっています。袖はこんな感じ。簡単な縁編みをしています。で、脇の下を少し広くしています。で、着心地が良くなります。裾はこんな感じ。可愛い花模様があります。で、襟ぐいは広くしました。着るとこういう感じで綺麗な形になります。この編み方が少し縮むので、着た時にちょうどいい形になります。背中から見ても可愛くなっています。サイズは上から下まで51センチ、横幅47センチ、襟ぐりは64センチ、袖は6センチの21センチ、使った糸の重さは 160g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。